はい、どうも、こんにちは。ITINS ラボです。マイクロビットの使い方シリーズからの、その中でタイマーの機能を作っていこうぜという動画でしたね。前回の動画ですね、3分のタイマーを作ることには成功したんですが、その後ピーピー鳴り続けちゃうよねっていう話のところまで言ってましたね。あれをどうしようか考えた結果ですね、ちょっと、タイマーをこうオンオフできるスイッチをつけなければいけないというふうにちょっと考えました。なので、今回はそれを説明していきますね。まずですね、タイマーを起動されたときにですね、変数を1個作りましょう。この変数にですね、タイマー起動というふうに、変数の名前を付けておきます。で、ですね、こいつを使ってタイマーが今動いてる時か止まってる時か、タイマーのオンオフモードの切り替えをこのタイマー起動っていう変数を使ってやっていこうと思います。で、どうするかっていうのを見ておきましょうね。簡単に先に説明だけします。この変数にですね、タイマー起動の時は、1で、タイマー起動してない時は0にして、ここの条件ですね。音が鳴る条件をタイマー起動中の時のみっていう風に切り替えていこうと思います。はい。じゃあ、いきますね。A ボタンが押された時にタイマーが、起動すると。よいしょ。タイマーが1になります。その前に初期化しておきたいですね。最初はタイマー0。タイマーが起動してない時から始まる。で、タイマーを呼び出したら、ごめんなさい。こっちは関数に入れる方が正しいですね。タイマーの起動を1にして、タイマーが走り始めますと。で、そしてタイマーの中身が、こうならってことですね。で、ここの条件の前に、これ入れないといけないですね。タイマーが、論理、あった。これのイコールですね。はい。タイマー。変数のタイマー起動が、1なら、つまりタイマーが起動しているときなら、これをピーッと鳴らすと。で、だいたい、4回くらいピー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 って鳴らしますかね。4回くらい鳴らして、タイマー終了の関数作っとこうかな。ここにタイマー終了の関数を作っときます。で、タイマー終了の関数は、変数タイマー起動を0にするだけで大丈夫かな。はいはい。で、4回繰り返したら、タイマーを終了しようよというふうにしときましょう。とすると、一応ずっとな待機状態なんですけど、タイマーが起動しているときしか、プープー言わないよと。で、プープー言っても4回やったら、タイマーを終了するよと。っていうことなんですね。で、ここでタイマーの起動が0になるんで、タイマーがもう鳴らなくなるという風な感じでいけたかと思います。じゃあ試してみましょう。これでタイマーが起動かな。これで15秒経つと、プー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 って4回言いますかね。ちょっと15秒待ちましょうね。お、来た。これ、4回なって OK ですね。これ、タイマーが起動したら、ハート入れて、タイマーが終了したら、ハート消すようにしたらいいかな。表示を消すと。よし。こうすると分かりやすいかもしれないですね。はい。じゃあこれでとりあえず3分のタイマーが出来上がりました。